ごま。和食洋食を問わず、料理に合わせやすく、お菓子にも使うことができる万能食材です。京都市中京区にあるごまの専門店、深堀。店内には、いりごまや練りごま、ごまだれにごま油など、様々な商品が並びます。こちらのお店をプロデュースしたのが、今回の主人公、ごまソムリエの深堀勝則さんです。僕はですね、ごまをね、世界一まず愛してます。例えばワインのソムリエっていうのはね、その香りを楽しんでワインの良さをね、こう伝えるじゃないですか。で、このごまも実は香りがすごく命なんですよね。香りはね、やっぱり癒し効果もあるし、感動も与えるものなんです。だからごまで世界平和という理念のもとにごまソムリエという名前で活動しています。以前は製薬会社に勤めていた深堀さん。ごまとの出会いで人生が変わりました。生薬を扱う会社だったんですけど、生薬というのは良薬口に逃がしでね、苦いけど体にいいって。でもそのごまを食べた時に、これは美味しくて健康にいいって、これが僕にとってはすごく輝いたんですよ。なのでごまというテーマに絞ってきました。その後、大阪にあるごまの老舗、和田満で商品の企画開発や催事の販売を担当。2006年に独立しました。深堀さんは独自の製法でごまを仕上げています。それがこの杵つき製法です。本来、ごまはすり鉢ですることが多いですが、深堀さんはいりごまを杵と臼でつきます。すり鉢ですったものというのは、ちょうどすり鉢ってギザギザ溝がありますよね。あれでごまを傷つけてね、油分を出す製法なんですけれども、実は油脂が出ると香りが長続きしにくい。ただこの杵つき製法ですと、その油脂が出さずに細かくできるっていう特徴があるんですね。それで香りも長持ちするという。深堀さんはごまつきに機械を使わず、ごまと向き合える手作業を大切にしています。やっぱり手作りの良さっていうのは、お茶のお手前、そのお茶のお手前したお茶と機械で抽出したお茶、どちらが美味しいですかっていうと、きっとお手前のお茶が美味しいと皆さん言うと思うんですね。ごまも一緒なんです。ごまも手作りでお手前のような所作を実はつけてまして、このお手前でやったごまというのは本当に食べた時の感動が全く違うんですよね。なのでこの手作りにこだわってるっていうところがあります。茶道に通じるもてなしの精神でついた杵つきごま。ごまの油分がほとんど出ないため、サラサラとした食感になるのが特徴です。深堀さんは飲食店や企業からごまのオリジナルブレンドの依頼を受けるようになりました。その一つが京料理店嵐山熊彦。創業から90年を超えるタンクマの直営店です。ブレンドにあたって意識したのは京料理に合うごま。淡白でクリーミーな味わいの白ごまをベースに、香り高くコクと旨味が強い金ごまを1割ほど合わせています。非常に日本料理また京都の料理に相性がいいごまだと思います。コクがありましてですね、風味も素晴らしいので、加熱した料理であったりとかですね、ごまだれのようなああいうお料理にも非常に生かされております。
やっぱりこの我々のその狙うところの味っていうのは非常にその和みのある味っていうんですかね、全てがあまりその主張しないような味ということで、そういう意味では深堀さんとこのごまは非常に大変助かっております。深堀さんはごまの専門店のほか、ごまを使ったクレープ店をプロデュースしています。看板メニューは水菜や九条ネギをトッピングする京野菜ごまクレープ。生地に黒ごまペーストを練り込んでいて、仕上げにもごまをたっぷりかけます。生地には黒ごまのペーストが練り込まれているので、食事系はもう焼けば焼くほどどんどんパリパリっと香ばしくなっていく生地ですね。あとマヨネーズにも金ごま油が入っているので、香りがさらに引き立つ感じ、ごま尽くしのクレープですね。スイーツの方は焼く時間短くしてるので、もちもち感を楽しんでいただけます。黒ごまの生クリームもオリジナルで作っているので、甘さがすごく控えめで、黒ごまのペーストもかかっているので、そのごま感も楽しんでいただけると思います。通常企業秘密みたいなのありますよね。僕はあんまりそういうもともと自分のノウハウっていうのは秘密ということはあんまりそういう概念がなくて、それよりは自分の得たノウハウをプレゼントすることでたくさんの人の舞台作りをしたいっていうのがあって、最初の1年間っていうのは僕は店に立ってましたが、今は美濃店長にねお任せして、今度は僕は他の新しいテーマに挑んでいっております。小さなごまの大きな可能性を世界に知らせたい。深堀さんが向かった場所は、ごまの魅力を広げるためさまざまな取り組みを行うごまソムリエの深堀さん。深堀さんは自身のごまのノウハウを生かし、お店や企業にごまの製造・商品開発のアドバイスをしています。こちらごま福堂には深堀さんが開発に関わった商品が店頭に並びます。僕一人ではやはり限界があるんですね、ごまの良さを伝えるには。だからたくさんの人に伝授をして広げていただいております。さらに深堀さんは海外へ。ごまの生産国であるパラグアイで自身のノウハウを伝えています。これにはある理由が。実はパラグアイのごまを日本向けに輸出しているのが、日本のあまりにも安心安全が厳しすぎて、本当に問題ないものでもシップバックといってですね、コンテナごと返される問題が実は起きてます。で、お金のない人たちが実はごまっていうのは農家さんでして、でそういう人たちの収入源になっているのはごまの現状なんですね。で、僕はその現状を知った時に、このノウハウをプレゼントしていこうという思いが生まれまして。パラグアイではごまは輸出品で食べる文化がありません。そこに着目した深堀さんは、ごまの加工技術や調理の仕方を教え、地産地消する仕組みを作りました。この深堀さんの取り組みにより、パラグアイではごまを食べる文化が生まれつつあります。日本だけではなく、世界に目を向けた深堀さん。2020年から今度は国内で食育講座を新たに始めました。僕が過去に身につけたごまの味の変え方とかをね、そういうノウハウのプレゼントをするための講座です。深堀さんはパラグアイでの経験を通して感じた思いを伝えています。で、ごまっていうのは本当ちょっと言うと途上国で作られます。発展途上国。途上国との架け橋がもっとできれば、笑顔があったり助け合ったり愛のある食卓作りをごまでしたいと。今本当に世の中というのはお金に
で大切なんですけど、どうしてもそこに振り回されたり、場合によってはストレスを抱えてる。だから僕はそうではなくて、心で本当に人生が豊かになるようなものをごまっていうテーマでお伝えするというか、僕はもうそのことでどんどんこう活動を続けていきたいというふうに思ってます。ごまソムリエ深堀勝則さん。目指すはごまで世界平和。その思いを胸に、ごまの香りに包まれた愛のある食卓を作り続けます。